どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、アクアリストが毎年待ちに待っているイベントがあるんですが、何のイベントかご存知でしょうか？それは何かというと、チャームの福袋です。年末にかけて開催されるこのイベントは、お買い得商品満載のアクアリスト必見のイベントとなっています。福袋といってもよくある中身がわからない売れ残り商品の抱き合わせセットではなく、携帯から水草、用品類にレイアウト素材と、チャームで販売されているジャンルの商品が20から70%オフくらいになる一大セールです。なので、福袋というよりは年末の大安売りと言っても過言ではありません。というわけで今回は、そのチャーム福袋の中身の予想や傾向について、今までのデータをもとに解説していきます。以前は福袋に出てくる商品予想や狙い目のものを主軸にしていたんですが、今回は皆さんの福袋購入のアシストになれるよう、毎年あっという間に売り切れる商品や開催日時なども少し掘り下げていきたいと思います。開催前にある程度目星をつけておけば、スタートダッシュを決めれると思うので参考にしていただければ幸いです。毎年チャーム福袋を楽しみにしている方や、今年が初参戦の方にも参考にしていただけるよう、しっかり下調べをして動画を作っていますので、ぜひ最後まで見てやってください。これさえ見れば、チャーム福袋をある程度攻略できます。ちなみに今回の動画内容は、今までの福袋のデータをもとに個人的に予想しているだけなので、必ずしもそうとは限りません。それでは早速解説していくんですが、まずはチャーム福袋の重要な立ち回りからお話ししていきます。まず一番大事になってくるのは、購入したいものをあらかじめ決めておくことです。自分が欲しいと思っているものは大体他の人も欲しいと思っている売れ筋商品なので、迷ってる暇はありません。特にチャームの場合は、購入金額が6000円以上で送料が無料になるので、仮に欲しいものが6000円未満であれば、他に抱き合わせて買える欲しい商品を考えておかないといけません。正直福袋は安く買えることが一番のメリットなので、送料を無料にするか否かは大事なことですよね。そこに頓着がない人なら、そもそも福袋を買う必要はないです。そして整体を購入したい場合は、自分の地域ではその整体を発送してもらうのにどれくらいの手数料がかかるかを確認しておきましょう。福袋の時期はめちゃくちゃ寒くなってると思うので、通常配送で2日かかる地域の方は、少なくとも1日で届かせるための送料がかかります。そこに整体によっては航空便や保温材料が必要になってくるため、3000円以上送料だけでかかる可能性もあります。こうなってくると相当高額な整体じゃない限り、整体よりも高い送料を払うことになりかねないので、事前にチャームのサイトで確認しておくことをお勧めします。この動画を見て欲しいものに目星をつけておき、周りの人に差をつけましょう。ちなみに福袋の中身予想は後でしっかり解説するのでお楽しみに。そんな感じで事前準備を済ませたら、あとは実際に買うだけなんですが、売れ筋商品は速攻で完売することが予想されるので、それを取り逃してどうしようか迷う人が多数出てくることと思います。ただ、そこで諦めてはいけません。そこから在庫が復活する可能性があります。去年はあまりありませんでしたが、一昨年は売り切れになった商品の在庫が補充されたのか、販売が再開されるものがいくつかありました。おそらく今年は在庫を後から増やすことはあまり考えにくいですが、少なくともキャンセルが出た場合はその分が放出されると思うので、欲しいものが売り切れてでもしばらく様子を伺っておいた方がいいです。ただし、あくまでも可能性の話なので、確実に復活するとは言い切れないのであしからず。最後に重要になってくるのは、注文確定を素早くすることです。実は商品はカートに入れただけでは在庫の確保はできず、その間も刻一刻と在庫が減っています。なので、欲しいものをカートに入れ、決済を済ませるところまでをスムーズにやる必要があるわけですね。
そこで必要になってくるのは支払い方法を決めておくことです。チャームにはいろいろな決済方法があり、中でもよく利用されるのはクレジット決済だと思うんですが、その場合カード情報を入力する必要があるので、あらかじめ準備しておきましょう。ここまで準備できれば、あとは福袋開催を待つだけです。続いて、チャーム福袋の開催日時についてお話ししていきます。実は最近の福袋は開催日時が不定になっているんです。参考までに2018年福袋と2019年福袋は1月1日、2020年福袋は12月26日、2021年福袋は12月29日、2022年福袋は12月27日の開催でした。自分は一昨年の2021年福袋から参加した人間なんですが、その時は事前告知があり、開催時間までしっかり明記されていました。ただ、その結果、アクセスが集中しサーバーがダウンしてしまったため、結局昼過ぎくらいに購入することができたのを覚えています。おまけに、復旧されてからもサイトが重すぎて、買い物カゴから購入に進むだけでも大変でしたね。そんな教訓を生かして、去年の2022年福袋は事前告知なしの開催で意表をつかれました。これはサーバーへのアクセスを分散させるのが狙いだと思います。なので、今年も突発的に開催されるものと踏んでいるんですが、ちょっと前にサーバーメンテがあったので、もしかすると福袋に向けてサーバーが強化されているかもしれません。その場合は告知があると思うんですが、個人的には告知なしな気がするんで、年末になったらこまめに情報を確認し、いつでもスタートダッシュを切れるようにしておきましょう。今までの傾向を踏まえると、12月26日から1月1日の5日に開催される可能性が高いです。続いては、お待ちかねの高確率で出てくる商品兼狙い目商品を紹介していきます。まず、競争率の高い購入を優先すべき商品から紹介していきます。まず一つ目は、形状おまかせ風山石 10kg です。こちらは毎年西暦の金額に合わせて価格設定がされており、一番出てくる可能性が高いと踏んでいます。今年は2023円で販売されると考えられ、通常価格5490円の約 63% 引きなのでゲットしておきたいところ。感覚的には在庫もそれなりにある印象ですが、真っ先に在庫がなくなる商品の一角です。もう一つの優先商品は形状おまかせ洋化石 10kg です。こちらの価格は毎年同じだったので、おそらく1980円になると思います。元値が4000円近いので、こちらも驚異の 50% 引きということで争奪戦になること間違いなし。ちなみに自分は去年逃してます。洋化石は加工もしやすく、レイアウト素材としても人気で、毎回速攻で売り切れるので迷う前にポチりましょう。あと、形状おまかせ黒溶岩石 10kg も来る確率が高いです。去年、一昨年と連続で来ており、一昨年は1980円、去年は2022円だったので、おそらく今年は出る場合2023円になると思います。こちらも言わずもがな、いろんなことに使える溶岩石なので、売り切れるのは早いです。個人的にこの3つの石で一番先に売り切れるのは洋化石で、時点で風山石、その次に溶岩石なイメージです。ということで、高確率兼競争率の高い商品はレイアウト石のみとなったんですが、これは自分が石が好きだからとかではなく、福袋に2年参加して速攻で売り切れてるのがこの3つだったからです。マジで早いんで覚悟しておきましょう。続いて、用品類の予想に入っていきます。基本的に用品類はローテーションが多く、各商品が毎回出てくることはほとんどありません。特にヒーター、水槽台、ライト、水槽はどこかしらのメーカーを統一して出してくることが多いので、見てみないことにはわからないといった印象。ヒーターは一昨年がテトラ、去年が日総だったので、
今年はジェックスかエバリスあたりが来るのではないでしょうか。水槽代は一昨年がジェックス、去年が寿だったので日槽だと予想。基本60センチの水槽台が多いので、日槽の60センチ水槽台が来そうな気がしてます。ライトは一昨年にまんべんなく出ていたので、唯一去年一昨年来てないジェックスあたりが来ると思います。そんな感じで、用品類は的を絞りにくいんですが、これは出るだろうというのがいくつかあるのでそちらも紹介。まずは定番のエーハイムクラシックフィルター2213露材付き。これはほぼ出ると思ってます。ただ価格は毎年変わってるので、今年はだいたい8000円前後に収まりそうな気がしてます。もう一つはテトラ VX75。一昨年は一時期4000円を切るという外部フィルターにあるまじき価格で販売されていたこともあったんですが、去年の価格を見るに今年は7000円を切るかなといったところ。そして個人的にこれはもしかしたら出るんじゃないかと思っている外部フィルターが一つだけあります。それは何かというと、寿のパワーボックスコア100です。こちらは自分の動画でもレビューした割と新しめの外部フィルターです。ではなぜこれが出てきそうなのかというと、直近で安売りがされていたからです。今までの傾向として直近でセールをしていたけど在庫が残っているような商品は福袋に出してくることが多かったので出てくるんじゃないかなと考えました。ちなみに価格は現在7980円なんですが、6500円前後で販売されると予想してます。続いて水草類の予想に入っていきます。こちらも結構バラバラで予想しづらいんですが、出てくる確率が一番高いのはモスボール3種セットだと思います。こちらは定番になっており、西暦の価格で販売がされると思います。もう一つ確率が高いのはリシアカップ3つです。だいたい700円前後で連続して出ているので、そのあたりの金額で販売されると予想。あとは組織培養で何かが出るであろうことと、流木に活着した陰性水草が2023円で出てきそうです。続いては生態です。一番出てきそうなのはインペリアルゼブラプレコですね。たまに出てこない年もあるんですが、コンスタントに出てきているので8000円切るくらいで登場する可能性は高いです。もう一つはベタのコバルト2種が5000円で出るかもしれません。またコリドラスピグミー10匹が1000円、花火が10匹1980円くらいで出てくる可能性も高いです。あとざっくりした種類で言えばコリドラスのどれかは出ると思います。他に可能性があるとしたら、普段買えないような高額なチンカラが大幅値引きされて出てくるかもしれません。エビに関してはレッドビーシュリンプ10匹が1800円、ヤマトヌマエビが10匹プラス石巻き貝10匹の抱き合わせはヤマトの実20匹の800円で販売される確率が高いです。海水魚に関してはあまり詳しくないのと、比べてみてもそこまでラインナップが変わってないので、去年出した予想動画を参考にしていただければと思います。続いてチャームオリジナル商品についてです。皆さんが一番気になっているであろう商品はアクロトライアングルグローだと思います。今年はビビットという新しいライトが出たことで、グローシリーズは実質型落ちのような存在になっているので、もしかすると例年より若干安く販売されるかもしれません。ただトライアングルグローシリーズは未だに現役なので、だいたい去年と同じくらいの金額に落ち着くと考えられます。ちなみにビビットが出る確率はだいぶ少ないです。なぜならビビットの30センチ用がすでに在庫ゼロで入荷予定日が2023年の2月になっているからです。ということで今年のラインナップは前年同様、トライアングルグローとグロープロだと予想します。価格は去年と同じかちょっと上な気がしますね。オリジナル商品で言えばアクロのオールガラス水槽も出るかもしれませんが、大幅な値引きは期待しない方がいいです。最後はレイアウト素材です。
流木に関しては、形状おまかせ上質流木みやび5本セットが去年、おととし連続で2980円で出ているので、今年も出る確率が高いです。他の流木は正直何とも言えないところですが、もしかしたら去年同様、高額な一本流木が形状おまかせとしてガチャ的な感じで出てくるかもしれません。個人的には形状を選べる高額な流木をわざわざおまかせで買うメリットが考えつかないので、その場合はスルーすると思います。石に関しては、先ほどお話しした10キロの形状おまかせ石3種の他に、マイナーな石が1980円で3種類ほど出てくる確率が高いです。一昨年はすべて 10kg 入っていてお得だったんですが、去年は風山石、溶化石、溶岩石以外は3から 5kg だったので割と渋かったです。個人的には今年も3から 5kg の石が1980円でいくつか出てくると思うので、10kg と間違えて購入しないように気をつけましょう。ちなみにお話しした3種以外に出てきそうな石は、形状おまかせ列形石 10kg です。こちらは直前に行われていた決算セールで3000円くらいになっており、まだ在庫もあるのでワンチャン出てくるかもしれません。というわけでいかがだったでしょうか。チャーム福袋の立ち回り、開催日時、狙い目商品&出てくるであろう商品についてお話ししていきました。正直開催日時すら決まっておらず、全く情報がないんですが、それでも今までの傾向を入念に調べて動画を作成したので、ある程度参考になるのではないかと思います。おそらく去年同様、用品類は激安にならないと思いますが、欲しい商品が少しでも安いなら買っておくに越したことはないので、この動画を見て目星をつけておきましょう。年に一度の超お得なお買い物、皆さんと一緒に楽しめればと思います。というわけで今回はここまで。Twitter と Instagram もやっておりますので、そちらも見ていただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。